ニコさんのガチャを引いたのですが、残念ながらレンジャー長でした。正直今のはちょっと面白かった。俺たちを嘲笑ってるようだな。赤旦那とココナッツ羊とティナリさんですり抜けレースをしていたのですが、これでティナリさんが一歩リードという展開になりました。一つ一つの生産過程を確実に進めていけば突破口を見つけられるはずだ。こっちは進めないでほしいんですけどね。さて、今回やっていくのは最近あったイベントのドリンク。いいお天気になります。ドリンク自体は難しくなさそうですが、飴を作るのがどうなるかといったところですね。面白い実験になりそうだな。とりあえずグラスと他に何か使えそうなものがないか探しに行きます。ゴブレット型と呼ばれるグラスがあれば一番いいのですが、そう簡単にはいかないかも。別の100均に来ました。形状は似ているのですがプリズム感が少しチープですね。こちらはかなりいい線いってるのですが、子供用だとしてもさすがに小さすぎますかね。ちっちゃすぎるだろ。最後のお店に来ました。魔女の拠点なのだ。今度こそ間違いない。これはゴブレット型ではありますが装飾がついちゃってますね。欲しいカードが永遠に山札から出てこないような感じか。お、これは一番近いですね。ただイラストが入ってしまってますね。ほんとね。早とちりしちゃったわ。ですが代わりにいいものを見つけました。ここに飴を流し込んである程度固めた後、口周りを潰して耳を引っ張ればどこに近い気がします。ああ、その通りだ。賢明だな。全然まともじゃないぞ。というか、そんな怖いこと考えるなよ。それでは飴細工の方に移っていきたいのですが、当然私はやったことがありません。なのでまずは参考になりそうな動画を探していきます。演算完了。需要を満たす対処方法が見つかりました。とりあえずこのプロっぽい方を参考にすることに。はい。参考データとして記録しました。しかしここで問題が、この歯石酸という特殊な素材を持っていません。じゃあ、状況はまずくなってきたってことか？チャット GPT に聞いてみたところ、クエン酸などでも代用できるが難易度が上がるらしいです。解決できないわけじゃないけど、それなりの代償が必要になる。おい！準備万端かと思ったら行き当たりばったりじゃんか。人生とはそういうものです。阻むことのできない理不尽に満ち溢れている。まずはインスタントコーヒーを使います。いい香りのコーヒーだ。しかとすりつぶしておいてやったぞ。続いてショコアトゥルの種の代わりにアップルマンゴーを使いたいと思います。色合いと香りは申し分ないな。飴細工に使う材料はグラニュー糖と水飴、そして食紅とクリープです。クリープを入れるとミルク飴のような味になるそうです。やはりお前はこのものの存在を知っていたか。こちらも作業を急がねばなりませんね。ゲストをお待たせするわけにはいかないでしょう。弱火で加熱し150、160度になるまで待ちます。とにかく油断は禁物だぞ。シリコンパッドの上に流し、少し冷めてきたらヘラで折りたたみます。ちなみに絶対に素手でやらないでください。コーヒー粉末を混ぜているのですが、いまいちうまく混ざらないですね。鍋の中でコーヒー液にして混ぜるのが正解だったようです。まったく、本当に考えなしのアンポンタンなんだから。レンチンして食紅を混ぜてみようと思います。これは食紅ですが素手で混ぜるのは危険です。なんとか切り出して円形にできましたが、やはり歯石酸がないと操作性を著しく欠くようです。
残りのものにも食紅を混ぜてやっていきます。焼きたてじゃパンを見たせいで、飴細工職人はやけどと戦いながらやるのが当たり前だと思い込んでいますが、本当に間違っているので真似しないでください。必ず耐熱グローブを用意してください。というか今回のものは真似しない方がいいです。熱すぎて冷却用のサラダチキンを持ってきました。狂気の沙汰としか言いようがない。見よう見まねでやってはいますが、酸を入れ忘れていることが響いているようです。なるほど、そういうことか。それもルールの一つなんだね。勉強になったよ。かなり力ずくでしたが耳を作ることに成功しました。セピロス騎士団の伝統的な筋力トレーニングに似てるな。色合いはかなりドドコっぽいですね。あら、とても綺麗な色合いね。ただ残念なことに、落として耳が折れました。気にするな。想定内の反応だ。温めて溶接しようとしましたが無理そうですね。だが私は誠意ある男だ。もう一度チャンスをやろう。行こう。取り返しのつかないことを悔やんでも仕方がない。とりあえず絵の実験台にしようと思います。絵といっても点二つと絵の字なので、絵というよりは文字。いくら私に絵心がないと言っても大丈夫でダメでした。なんだよこいつ。おそらく摩耗だろう。やり直していきます。というかそもそもオスもクリープも入れ忘れてました。今度こそクリープを混ぜていきます。これらの物資は長期の保存に耐えられるよう特別な処理が施されています。型を使ってみます。これがあなたの言う妙計なのですか？心がこもっておる。今までで一番いいかも。ミスらないように慎重に。大丈夫だ。オイラがちゃんと見張っててやるぞ。どうだ、本物と見まがう出来だろう。あとはフォンタオレンジと少し色を足した午後の紅茶ストレート無糖を静かに加えて、ホイップクリームで雲を演出。ドドコキャンディにコーヒー飴の帽子、庭で採れた葉っぱを乗せれば、わー、飲み物の上にドドコのキャンディーも乗ってる。それではいただきます。ドリンクに関しては正直普通という以外言いようがないですね。ファンタと紅茶を混ぜたらこうなるだろうという味そのままです。ただ飴の方なのですが、奇跡的にベルタースオリジナルの味がします。ほう、そりゃ魅力的な言葉だな。つい想像したくなる。ベルオリはミルクとカルメ焼きの味を合わせたものだったようです。ということで、ご視聴ありがとうございました。